ましてこんにちは、こんばんは、ぼっちババアです。今回は去年行ってきたハワイ旅行の2日目です。今日はザッパ水に乗ってラニカイビーチへ向かいます。初めての市バスで不安でしたが、結構日本人の人が多くてなんとかなりました。ただタッチが甘くいかなくて、途中運転手さんにジャパニーズなんちゃらって言われたのもいい思い出になりました。本日はレンタル自転車を借りて移動していきます。自転車はザ・バイクショップカイルアで借りました。電動ではないけど、安さとバス停からの近さでここを選びました。海外の自転車、日本と違うので、敷地内を軽く走ってからこれ車道に出てます。この後ですが、ビーチ沿いでランチをしたいので、ホールフーズでココナッツジュースを買って、ブーツ荷物でパンケーキを買いに向かっています。ブーツ荷物は10時過ぎに行って30分以上並んで購入できました。パンケーキも無事に買えて、これで準備万端と思ってカイロアビーチに向かってるんですけれども、マップをうまく読めなくて、この時実はカルマビーチに向かって自転車こいでました。どこからビーチに行けるのかわからなくて結構迷ってます。道らしき道もあるし、海も見えてきたので、これでやっと到着したと思って、やったら2階ビーチってこの時は思ってましたが、全然違うカルマビーチに到着しました。自転車に鍵をかけたいので、とりあえず木にくくる感じでこの辺に鍵をして、早速浜辺でランチにしてこようと思います。木の下に席取りたかったけど結構人がいたので、砂浜の方に席を取っていこうと思います。木の下で椅子を広げてくつろいでるおじいちゃんもいて、結構地元の人が多そうなビーチでした。砂浜の方に席を取って、一回この海の透明感を満喫したいなと思ってちょっと砂浜の方に行ってきました。で、ちょっとこの後ランチにしました。ただパンケーキは自転車に振り回されて、マカダミアナッツのソースが袋の中でぐちゃぐちゃになっていて、パンケーキの中にわずかに染みたソースを噛み締めながら食べるっていうことになりました。炎天下の中、次にパンケーキを食べるときは、お店で食べようってこの時心に誓いました。あとパンケーキを買うのにだいぶ時間かかったので、砂浜でゆっくりするなら、オールフーズかダウントゥアースでお弁当を買ってゆっくり食べた方がいいなとも思いました。次回の私の個人的改善点です。食後はラニカイビーチに向かおうと、また自転車を漕ぎ始めて向かっています。
やっとこの辺に来てから、あれ、ここがカイロアビーチの入り口なんじゃないかってことに気がつきます。めっちゃ自転車ロードもあって、横にはテーブルもあったので、こっちがランチしやすい仕様になってました。ちょっとショックを感じながら自転車こいでます。右側の方にテーブルとかあるんですけれども、もう組むことに一生懸命になっちゃっていて、その様子はちょっと映してないです。本当はここでももうちょっとゆっくりしてきたかったんですが、自転車の返却の時間もあるので、もうこのままラニカイビーチへ向かおうと思います。ブーツ荷物で並んでカルマビーチまで行って、さらに迷ったりとかしてたので、思ったより慌ただしい移動になってしまいました。予定ではゆっくり海を見ながらまったりするっていうことをやりたかったんですが、自転車での移動がメインになってしまうっていう一日になってしまいました。ラニカイビーチは入り口は分かりにくいって聞いてたんですけど、本当に気をつけて見てても看板見えなくて、本当によく分からなかったです。やっと見つけた入り口らしきところから行ってみました。早速記念撮影しまくってます。風景がザ・バカンスって感じですよね。私はこの日目的に追われてしまっていたので、海外の方がゆっくりしているのを見て、向こうの人たちってバカンスの楽しみ方がうまいなって思いました。自転車の返却時間と食べたいものや次の予約があるので、せっかくですがここを後にします。さて、来たかったお店、キリーズビガバーガーへやってきました。ワイキキにもあるんですが、こっちのが美味しいということだったので、こっちで食べることにしました。他にもいろいろ撮っていたはずなんですが、なぜか紙ナプキンを取りに行くところと、あとケチャップを取りに行くシーンの動画が生きていたので、そのシーンもどうぞ。お味の方なんですけれども、パテはめちゃくちゃ美味しかったんですが、バンズが明らかに保温してた味だったので、できたら出来たてを食べたかったなって思いました。ちなみにこの後日本に帰ってから原宿のお店にも食べに行ったんですが、原宿はバンズがめちゃくちゃ美味しくて、パテがちょっと落ちる感じでした。両方いいところ取りしたものは食べられないんかいって心の中で突っ込んでしまいました。さて、そそくさとカイロアを後にしてやってきたのはサンセットクルーズ。今回絶対夕日を見ながらお酒を飲みたいって思っていたんです。ただハワイ
っていうかアメリカは外でアルコールが飲めないので、どうやって飲むのかめちゃくちゃ悩んでたんですよね。本当は屋上のあるお手頃なホテルを予約しようって思ってたんですが、そこはすでに予約で埋まって取れなかったので、お店とかいろいろ調べて、お手頃で楽しそうなこのクルーズを予約しました。しかも毎回飲み放題ということで、めちゃくちゃ楽しみにしてたんです。ここはハワイに一人で行った YouTuber さんが一人でも楽しいっていうことだったので、大丈夫だろうと思って来てみたんですが、完全に浮きました。明らかに陽キャの集まりに陰キャが紛れ込んだ感が半端なくて、結構しんどかったです。で、このクルーズを紹介していたその YouTuber さんは、その当時は顔出しをしていなかったんですが、最近顔出しをされるようになっていて、明らかに陽キャっぽい方でした。自分とキャラ違いすぎて、この人であれば楽しめるよなって納得しました。後半様子を見て次の方に移動しました。やっと夕日を見ながらまったり酒が飲めるって思ったんですが、なんかいまいち落ち着かなくて、考えてたのとえらい違うなってことになりました。夕日もちょっと雲がかかってしまってちょっと悲しかったです。夕飯の買い出しを済ませて、昨日のヤードハウスでテイクアウトした分をレンチンしようと思って他の階に向かったら、なんと金曜じゃないのに花火をやっていました。ロイヤル化粧品花火大会っていうものらしいんですが、ラッキーと思ってしばらく花火見てました。金曜の花火は諦めていたので、これめちゃくちゃ嬉しかったです。本日のディナーですが、ハワイビールとサムズキッチンのガーリックシュリンプにしました。噂通りのお味で美味しくいただきました。あっという間の2日目はこれにて終了。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。